そういえば喉乾いたな。あれ、意外と埃っぽくないね、ベッド。ほんとだ。よかったね、ナオミ。とりあえず休みなよ。うん。じゃあ、ちょっと横になるね。なんでそんな隅っこに？隅っこの方が落ち着くんだ、私。わかる。私もそうだよ。なんか足首固定できるものないかな。ちょっと休んでて、ナオミ。すまないね。感謝には及ばねえよ、ナオミさん。よしよし。板切れと包帯ゲットしたよ。はい、じっとしててね。ありがとう。助かる。おし、完璧。どすごい楽。どういたしまして。私も前足首やった時あるんだ。あと冷やすものでもあればいいんだけどね。助かったよ。って寝てるし。いいけど。お許しもゲット。ぷぷぷぷ。では遠慮なく。相変わらず変な子だね。ねえねえ、ナオミ？持田くんに会ったら何したい？は？だってさ、ほら、極限状態に置かれた二人って恋に落ちやすいって言うじゃん。もう覚悟決めて告っちゃいなよ。きっとナオミのことも可愛さ3割増しで見えるって、持田くん。あんたといると、なんか普通にいつもの学校で喋ってるみたいだよ。ははは。ありがとう。考えとく。早く会えるといいね。うん。でも一方で、彼までこんなひどい目に遭ってなければよかったのにって
ここにいなければよかったのにって心配してるんだよね、ナオミ。これって母性みたいなもの？深いわ。軽い口調でよく見てるよね、この子。かなわないや。さっきから結構辛く当たってるな、私。後で謝らなきゃ。ごっくりって何？すまねえ。ナオミさんの尻見てると生唾が。意味わかんない。またゆかちゃんの声。聞こえたね。ちょっと見てくるよ。ナオミはもう少し休んでて。すぐ戻るから。心配だから私も行くよ。大丈夫だよ。ちょっと待ってて。でも、せっかくだしもう少し休んでなよ。うん。わかったわ。本当に楽になった。さすがだな、聖子。先生、みんな、サトシ、どうしてるかな。ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ。あとそこ胸。すまん、見えなくて。もう可愛いんだから。会いたいよ。なんでこんなことに。どうして鍵まで閉めてるの？嘘、鍵かかってないのに開かない。子供の声。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。誰？なんか頭が痛いな。耳鳴りがする。人の気配。ボールペンで書き殴る音だわ。
かっちゃん、迎えに来てくれたの？何よこれ。何よこの髪の毛。殺してやる。どうしたの？大丈夫？聖子、ごめん、脅しちゃった。謝ることないじゃん。かわいそうに、ナオミ。大丈夫。吐いちゃったら楽になるよ。背中さすってあげる。ありがとう。もう平気っぽい。ゆかちゃんいた？やっぱりここには、この学校には私たち2人しか生きてる人いないみたい。静かすぎるもの。ナオミはもうベッドで休んでなくて平気なの？休んでたら急にね、真っ黒な幽霊みたいのが出てきたの。マジ？大丈夫だった？なんとか。あの部屋、もう近寄らない方がいいわ。そう、よかった。とりあえず無事で。じゃあそろそろ行こっか。立てる？ええ。
でも行くってどこに？ともうだいたい回ったじゃん校舎。みんな死んでたじゃん。あ、やばい。また私。もう無理だよきっと。疲れた。また子供みたいになってる。ナオミ、元気出して。なんとかなるよ。ありえないじゃん、死ぬなんて私たち。明日は朝一でカットの予約入れてるし、午後からほら一緒に自転車直しに行くの。ついてきてくれるんでしょ？帰れたらね。聖子に当たっても仕方ないじゃん。止めなきゃ、心。ナオミ疲れちゃった？らしくないよ、なんか。もっと上げていこうよ。そしたら怖くないって。ねえ、何がそう楽しいの？なんかずっと笑ってる。そうかな。このまま本当に出られなかったらどうするの？真剣に考えてる？なんとかなるよじゃなくてさ。恐ろしい目にあって心がとうとう折れてしまった。聖子を元気づけようと思ってた私が気づいたら傷つけてた。辛くて悲しくて子供が我慢しきれずに泣き出してしまう感覚。堰を切ったようにひどい言葉を叩きつける私の心の解放感はそれと似ていた気がする。家族だってきっといつまでも心配してずっと探したりしてすごい迷惑かけるし。それは違うよ。何が？迷惑っていうのは絶対違うよ。いなくなった人が大事だから、何かしたくて苦労でも何でもしてあげたいから、したいからするんだよ。私のバカ。聖子のお母さん数年前に失踪しているのを知ってたくせに。残された人ってそう考えるものじゃないかな。あんたのところはどうか知らないけど、普通はそんなおめでたい考え方できないよ。ナオミ、ごめん、手分けしない？別々に手がかり探した方が効率いいかもしれないし。そんな言い方ってある？謝んなきゃ。私だって帰りたいよ、お父さんやユウたちに。心配かけたくないよ。私が悪いんだから謝んなきゃ。それなのにナオミにそんな言い方されたら。
ごめん。私。私こそごめん。ナオミがそうしたいのなら私行くね。何やってんのよ、私。こうしてこの異空間に拉致された者の中でもまだ幸運だったはずの、同じ次元に存在することができた私たち二人は簡単に喧嘩別れをしてしまった。この些細な私の意地っ張りが大きな後悔を招くことになるのはその後すぐのことだった。バカ。誰か呼んでる。初めてだな。ナオミとあんな風にぶつかり合ったの。一人になるとだんだんさっきの恐怖が蘇って、何かに頭を支配されたように理性を失った私は聖子を探して校舎の中を走り回った。何度も何度も名前を呼びながら、気がつくと私は校舎の3階にいた。聖子？いるの？人の気配。
げないと。ダメ、体引っ張っちゃう。何か足場になるもの。これを足場に。気持ち悪い。でも聖子、今助けるから。なんでよ、なんで首なんてするの。さっきまで笑ってたじゃない。一緒に生きてここを出ようって言ったじゃない。やめてよ、一人にしないでよ。返事してよ。聖子、さっきのこと謝らせてよ。